皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日は N2 で実際に出題された問題を見ながら4つの文法を学びたいと思います。それがこちらです。電子メールが普及している今の時代であるから、手書きの手紙に温かい気持ちを感じる。1だけ、2さえ、3すら、4こそ。どれが答えかわかりますか？選択肢の4つの文法は N2 によく出てくるので一緒に整理しましょう。まず、だけは N5 で学びましたね。例えば、このクラスで日本人は私だけだ。ベジタリアンなので野菜だけ食べることにしている。名詞プラスだけで限定する表現です。似たような表現でよく出てくるのがのみとしかです。のみはだけと同じ意味ですが、丁寧な表現で書く言葉です。しかは後ろが必ずないになります。例えば、会話の時、日曜日だけ休める。書く時、日曜日のみ休める。そして、ないの時、日曜日しか休めない。この3つの違いをよく覚えておいてください。さえ、すらは何々もそれ以上の他のことももちろんそうだという意味です。そして、さえ、すらは2つともびっくりした気持ちや意外な気持ちが含まれます。例えば、この問題は日本人の先生すら解けなかった。びっくりだ。日本人の先生も解けない。他の人はもちろん解けない。喉が痛くて水すら飲めない。びっくりだ。水も飲めない。他のものはもちろん飲んだり食べたりできない。動詞、マス形、名詞、さえ。名詞、すらは何々もを驚いたとき、強調するために使います。こそには3つの意味があります。先ほど考えたさえ、すらはマイナスに使いますが、こそはプラスに使います。一つ目の意味は強調です。こその前の部分を強調したいときに使います。例えば、これこそ欲しかったバッグだ。毎日音読することこそ一番いい練習方法だ。この用法は動詞、辞書形、ことこそ、名詞こその形で使います。二つ目の意味は当然です。何々があって初めてできる、わかる、なれるという意味になります。例えば、健康であってこそ幸せな日々が送れる。彼女の努力でこそ大学に合格できたのだ。この用法は動詞、て形、い形容詞、くて、な形容詞、名詞でこその形で使います。3つ目の意味は理由の強調です。1つ目と同じ強調ですが、何々からと一緒に使うことで話し手にとって大切で特別な理由を伝えることができます。例えば、難しいからこそ
日本語は面白い。君がいるからこそ僕は幸せだ。この用法は動詞、意形容詞、名形容詞、名詞、普通形、からこその形で使います。ここまで4つの選択肢を勉強しました。では、先ほど見た問題をもう一度見てみましょう。電子メールが普及している今の時代であるから、手書きの手紙に温かい気持ちを感じる。わかりましたか？ここでは、からを使って述べている理由を強調していますから、4番こそが正しいです。では、文法の復習テストをしてみましょう。とても簡単すぎて意外な気持ちですね。ですから3番、さえです。この料理はとても簡単で、鶏肉と卵さえあればすぐに作れます。山頂まで登って初めてわかる。それまではわからないという意味ですから、4番こその当然の用法ですね。山頂まで登ってこそ登山の楽しさがわかる。お礼、ありがとうのプレゼント、ありがとうの言葉はいりません。気持ちだけもらいますという限定の表現ですから、1番だけです。お礼なんていりません。お気持ちだけいただいておきます。プロも失敗します。他の人、プロじゃない人はもちろん失敗します。ですから3番すらです。プロすら失敗することもあるのだから諦めずに練習し続けよう。いかがでしたか？ここまで4つの文法を勉強しました。似たように見えても意味は全然違いましたね。実際の試験でこんな問題を見ても慌てずに落ち着いて一つ一つの意味を思い出して解いてみてください。メッシュクラスではオンラインで JLPT の勉強もできます。経験豊富な日本人の先生たちと JLPT を学んで合格を目指しませんか？私たちと一緒に日本語を勉強したいという方は、ぜひコメントをチェックしてみてくださいね。そしてこの動画がいいと思ったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。